皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのジンバルですね。ジューン WeBuild3E っていうジンバルを紹介します。どういうジンバルかと言いますと、見た通り小さいですね。ジューンの WeBuild3 っていうのがあったと思うんですけど、それよりも、一回り小さいサイズで、なんていうんですか、ジンバルっていろいろあると思いますけども、そうじゃなくて、もっとたくさん使いたい、いつも持ち出したい、おまけで持ってっとくぐらい気軽に使えるジンバル、それがこちらの 3E っていうのになってます。カラーはホワイトなんですけど、めちゃくちゃオーソドックスなタイプの、最新版が発売されたということでございますけども、見たように縦にもなるんですね。富士が今ついてます。どういうカメラが乗るかっていうと、ミラーレスは大体乗ります。アルファの S3 の、G マスターの、ワイドの方の 2.8 の G マスターのデメキンの方のレンズですね。それは、乗りました。FP もですね、ちょっと今こっちにバッテリーグリップつけちゃってるんですけど、つけなければネイティブで乗ります。レンズにもよりますけど。でミラーレスは多分相当大きいのじゃない限りはほとんど乗るんじゃないかなっていうことと、ポケットシネマカメラはちょっとバッテリーとかも僕つけちゃってるんで、これは乗んなかった。あと横幅の問題とかもあると思うんで、もちろんカウンターバランスとかで工夫すればモータートルク的にはおそらく乗るんじゃないかなっていうふうに思います。結構僕はですね、昔WeBuild S っていうのを、昔っていうかもうほんと最近まで使っててですね、めちゃめちゃ使いやすいなって思ってたんで、サイズ感だったり、もちろんこっちのねモーターも強いし、慣れるとめちゃくちゃ使いやすいんですよね。とか普通にこう操作する時のその安定性もそうだし、操作のしやすさみたいなのも実は浪人 S の初代は僕は使ってたんですけど、それよりも全然使いやすいなっていうので気に入って自分で買って使ってたんですよ。もともとはそのイタリア人の知り合いの人がその人が借りてこれ使えみたいにこう渡されてそれ使ってたんですけど、それで気に入って自分でも買って使ってたんですけど、やっぱり軽いからその一人で、いろんなところでたくさん撮らなきゃいけない、PG に撮りたいっていう時にこのサイズ感がやっぱり僕的には体力もそこまでねマッチョなわけじゃないんで、このサイズ感だとたくさんシュートできるなって、バテないで一日中使い回せるなっていう風に思ったりしてたんですよね。WeBuild-S の時から。でそれと重量はほとんど変わらずに、もう少し収納もコンパクトになって、で安定性もより増したと。でタイプ C で接続も容易になったという。ちょっと今、富士に縦につけてるんですけど、ここにタイプ C が伸びててケーブルでつくんですよね。これが付属でタイプ C ケーブルなんですけど、こんな感じでケーブル挿して電源入れて、こっちも電源を長押しですね。これで見えるか分かんないですけど、給電もされてるんですよ。で、あと、コントロールも選べるんですけど、前の方のダイヤルで ISO 感度をこうやって変えられたりするんですよ。で、パワーオフして、ロックがつくんで、ロックも前の時と比べてよりしっかりした形になってるんで、いいかなと思うのと、ちょっと横でももちろん使えるんで、横にちょっとしてみますか。はい。こんな感じで、ここにもなりますよということですね。そしたら、せっかくつけたんで、ちょっと部屋の中を撮影して見てみようと思います。今、ダイヤルで、ISO 感度を変えていってます。別に ISO 感度にしなくても、純正レンズ使ってれば、AV とか、フォーカス使えると思うんですけど、僕はこれマニュアルレンズなんで、フォーカス使えません。こんな感じでですね、片手でちょうどいい。特に富士だと全然重くないんで、一日中ぐらい持ってられる。安定感はやっぱりね、時代が進んでるから、もともと BB レースめっちゃ安定してて、すげえ使いやすいなってめっちゃ思ってた。もちろん調整できるんですけど、このデッドバンドとか、横は僕デッドバンド減らしてて、縦は、これパンフォローモードっていう PF モードなんで、縦はいかないんですよね。横だけ動いてくれる。で、縦動かしたいときは、ここの前のダイヤルをこうやると Go モードになるんで Go モード行くんですよね。でここもデッドバンドの設定とか僕は全部デッドバンドを横はちょっとデッドバンドありで、縦はデッドバンドあんまなしにしてるんですよ。だからパンフォローモードから Go モードにこう切り替えて、ちょっと上下ティルトやりながらまたパンフォローに戻すみたいなのとか好きで、 BB レースはすごいそういうの使ってたんですよね。もちろんレックのコントロールもここのボタンでできるので、タイプ C1 本で、給電もできるし、だからバッテリー、せっかくバランス取ったのにバッテリーなくなっちゃったとかはないし、軽いし使いやすいしっていう感じで、もう完璧かなと思います。だからたくさん使うときで、長い時間使うとき、一人でやんなきゃいけないときは、もうこのぐらいのサイズ感が僕はちょうどいいかなっていうふうに結構思ってますね。はい。あとここの M のボタンでモードの切り替えですね。あとちょっと
こう手でね、自分でこう角度変えて、ちょっとやると、なんかその場で好きな角度にできるんですよね。実は。で、バッテリーはどのぐらい持つかっていうと、これは実はですね、外部バッテリー、外のバッテリーがないタイプ、バッテリーの交換がないタイプでございます。はい。じゃあ、どのぐらい内蔵バッテリーなんで、どのぐらい持つかっていうと、2アワーの充電で16アワー持ちます。16アワー持つっていうことは、これはWeBillX の時からそうだったんですけど、はっきり言って1日気にしないでつけっぱ、その日の撮影、それ大丈夫でした。もちろんそのモーターのトルクをどのぐらい消費するかっていうにもよるんですけど、1日の撮影、つけっぱで大丈夫です。で、もし、電池切れちゃったら、ここに Type-C、充電器があるんで、モバイルバッテリーを持っていって、そこから Type-C で、充電すると。休憩の時に使ってれば、もうおそらく、そんなに、電池がなくなるっていうことは、考えにくいかなっていうふうに思います。はい。上がパワーボタンですね。オンオフ、長押し。今電源オフで、長押しで電源入れると。はい。メニュー入ると、まずモーターオートっていうのがあるんです。大体これ使うんですよね。オートチューンっつって、ロックを解除した状態でカメラの、なんていうんですか。これ今プルプル震えてるんですけど、これがカメラの、なんていうんですか、重量をこれで測ってるんですよね。それでオートでチューニングしてくれるという機能でございます。だからこれ前の時よりね、オートチューンがなんかもっと進化してる感じがある。で、カスタムで、ティルトとロールとパンのそれぞれのモーターの強さをカスタムでも変えられると。レベルも重いカメラなのか、小さいカメラなのか、それによって変えられるっていうのが、ここのモーター。ここにこうダイヤルがあって、これで選ぶんですけど、ちょっと全部見てるとあれなんですけど、ジョイスティックのね、リバースとかもできるし、あとはウィールって言って、今 ISO 感度に設定してるんですけど、ウィールっていうのはこの前のダイヤルですね。これダイヤル。これでその何を変えるかっていうことができます。今 ISO 感度に設定すると、ISO 感度のコントロールを、ジョイスティックできる。で、何ができるかっていうと、ウィールファンクションは、のフォーカスとズーム、これ純正レンズですよね。対応しているレンズ、カメラの純正のレンズだとフォーカスとズームができる。フォーカスできるのめっちゃいいなと思います。で、AV は絞りとシャッタースピードと、ピッチロールだからこれ、角度ですね。陽とか、微妙に前のダイヤルでも、できるんだなっていう感じです。あとは、ここでパンフォロー、ロック、フォロー、パンフォローをモードのチェンジ。で、レッグ、カメラのレッグコントロールができるってことです。じゃあこれもちろんケースもついてるんですけど、バランス取った状態でだいたい収納したいじゃないですか。っていうかそのジンバルって持ち運び結構悩ましいんですよね。最近のはロックがついてるからまだいいんですけど、こうロックつけるじゃないですか。で収納がこれサイズ感もちょうどいいから収納がしやすいわけですよ。でロックして畳むじゃないですか。でここは取るじゃないですか。で横の、これだけはちょっとこう短くしなきゃいけないんですけど、ちなみにアルカスイスつけてるんですけど、これでここにぶっ込むことができるんですよね。これに収納できると。でこういうケースにこう付属品、もちろん今シュー取らなかったんですけど、シュー取ってもいいんですけど、これでここに入るんですよね。ケーブルも入れて白馬のこのブロシテルっていう小さいやつにこのまま入るんで、すごい携帯性がめちゃめちゃ抜群だなっていうところと、これとカメラバッグと、レンズと、この辺のミラーレスのちょっとコンパクトめの、もちろんアルファでもいいんですけど、そういうので使いやすいっていうのがめちゃめちゃ一番使うんじゃないかなっていう、億劫にならないというジンバルを持っているのが、そういう良さがあると思います。はい、いかがでしたでしょうか。Zhiyun weebill 3E の紹介でございました。10% オフセールをですね、今やってみたので、概要欄をぜひ、覗いてみていただけると、いいかなと思います。めっちゃ使いやすいジンバルになってると思います。下手にね、かっこいいこういうの買っても、準備もめんどくさいし、1台所有しとくといいやつっていう感じがしますね。というわけで、こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。